頑張ろう日本じゃなくて頑張ろうブスになってるこれじゃ。あ、やべえ、そういえば僕普通に音楽つけちゃってるわ。音楽切らないと音楽が全部入っちゃうよ。じゃあこっからだね。あ、こっからスタートですね。はい。じゃあこんにちは、僕ですだ。こんにちは、僕です。一度言ってみたいのがさ、バイクを止めながらバイクのそばで、おはようございます、ルリコですってやってみたいよね。あ、やべえ、演奏した。おはようございます、ルリコですって言ったからかな。言ったらさ、でもルリコファンに多分ぶっ殺されるよ。あれ、後ろも演奏した？僕の左後ろも演奏した？なんか静かになったよね。じゃあエンジンを切ったんだね。エコな人だ。次演奏した時エンジン切った風にしてればいいんじゃない？あ、そっか、そういう風にしてればいいのか。俺ちょっとマフラー音うるさいから静かにしてるよっていう風にしとればいいよね。いや、なんかうるせえな、あのバイク。うるさいね。エンジン切って当たり前だなみたいな感じだよね、信号待ちの時。あれ何？それ何し？そこで入るのずうずうしい。譲る人も優しすぎるでしょ。思いより人に車にこの街に。はい、はい、どうぞどうぞ入ってください。あれさ、美容師さんがさ、だからもう20年の付き合いだから、僕が20歳年取ってるのと同じで、あの人も20歳年取ってるわけじゃん。少年だったのが青年になって、青年が今おじさんになったわけでしょ。美容師さんはお兄さんだった人が今もうおじさんを通り越しておじいちゃんになりかけてるの。それ久々に行くじゃん。4ヶ月ぶりだねって言ってて、まあパーマかけて顔を洗うじゃん。顔じゃない、髪の毛洗うじゃん。あの時にさ、死人にかぶせる布みたいのかぶせんじゃん、顔に。今回あれさ、左にがちょっとずれてたの。若干右寄りに顔にこうかけられててさ、あ、この展開来ちゃったって思った。あれさ、右からこう左にちょっと動かそうとしたんだよ。左に隙間ができてるから。よく考えたらこうなってるわけだ。口のここの部分がさ、相手に見えてるわけだ。こう一生懸命うり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 やってるのが、どうしよう、これも恥ずかしいなと思ったんだけど、気づいてくれないかなと思ったんだけど、年取ったんだろうね。タオルがずれてることにも気づいてないし、髪の毛洗うことだけしか意識がいってないから。すごい口の動きになるよね。白い布かぶされてさ、片目だけが開いてるとか目が合うんだよ。ホラー映画だよ。その身長。いや、いいことないよ。何がいいことなのって思うもん。身長高くて。あえて言うんだったら人混みで酸素を吸えるぐらいだよ。頭が飛び出てるから。そう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 。で、人にめっちゃ見られるから恥ずかしいもん。生きてるだけで恥さらしだよ。あ、海が綺麗。ね、やっぱね、人が入ってないから綺麗なんだろうね。ね、どんだけあいつら汚してんだろうって話だよね、海を。だってこれが真っ黒になるぐらいさ、人がゴミとかなんかを捨ててるんですよ、あの海に。ね、やっぱ人が入るとね、砂も巻き上がるしね。人の赤もあるしね。そこにゴミとか全部漂ってるんだもんね。だから夏の湘南ってさ、泥水の中でみんな泳いでるってことだよね。そうだよ。それをなんかよくわかんないシャワー浴びて綺麗ななったつもりでいるんでしょ。でもあげる写真はすごい、あ、海気持ちいいって写真あげるでしょ。なんかね、皮膚科行った方がいいよ。海ですよ。でもなんかよくさ、白いひらひらのワンピースとか着た女の子と男の子がなんか海辺をこう多分2人の世界に入ってるんだろうね。ドラマチックに歩いてたりするじゃん。すごいよね。お前そこ湘南の海だからなって言いたくなるじゃん。頑張っても日本の海です。うん、そう、頑張っても日本の海。あ、左から VR が。横から来るからそうなんだよ。 VR じゃない、 VTR か。VTR ですね。川崎で一回やられたのがさ、まだバイク乗りたての頃、左側走ってて後ろから来るバイクに気づかなくて、左側走ってんじゃねえよって後ろから怒鳴られて、えって思ってたよ。左側って何、すり抜けする人のための道路なのって話だな。そもそも自分がすり抜けできないからって後ろから切れられる理由が分かんなかったんだけど。わかんないね。どこ走ってようと、だって道路は道路じゃん。お前はでも左側すり抜けたいだけだろと思って、一回だとイエローカットでもして右側から行けばいいじゃないそいつ。川崎が通ります。はーい。今度自転車が通ります。次は何も通らない。手振ってるよ。反射神経が鈍くなっちゃってちょっと今いたワンちゃん、ちょっと顔がなんかポチョっていうかなんかすごいブサイクだった。ブスカワ犬とか猫とかってさ、ちょっとブスでも可愛いじゃん。ちょっとブスな方が可愛い。ブスカワって言葉があるけど人間はないね。そう、人ってないよね。ブスなのか可愛いなのかどっちかじゃん。でもそれは見た目の話であって、一般論的に言うとさ、ブスほど性格いいってあるけどさ、よく考えてみればブスで性格悪かったらもう需要ねえから。生産性低すぎるよ。本当だよ。なんか
からブスで性格がいいっていうのは、ブスだけど性格がいいっていうところで価値をね持ち上げてんだよ、しっかり。だって綺麗な人でも、綺麗だったら性格悪くてもさ、男をできんじゃん。できるね。綺麗な人ってだから強いよね。性格が良くても悪くても通用するんだからそう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 。でもオールマイティにもそのままで生きていけるよ。ね。でもブスは違うから、うんもう性格悪かったらそれでおしまいだから。明るいブスがいいよね。そう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 。男でも女でもやっぱりね、もうブスだったら明るくいくのか、性格よくいくのか、楽しくいくのか、もう皮肉になってネクラになったらもうおしまいだよ。おしまいだよ。頑張ろう日本じゃなくて頑張ろうブスになってる、これじゃ。 GB 頑張ろうブス。最低。もう GB 見るたびにさ、それじゃ頑張ろうブスってなっちゃうじゃん。頑張ろうブス。最低。いやブスは大変だよ。頑張ります。頑張ります。ブスもみんな頑張ろう。頑張ろう。イエーイ。ヘルメットかぶってたんじゃさ、ブスかなんかもわかんねえよ。バイク乗ってる間はブスは隠せるから。そうそうそう、おじさんもブスも隠せるから。でも雪山もあんじゃん。ゲレンデマジックだっけあれ。雪山だとかっこよく見えるって。うん。だってあれかっこよく見えるもん何もさ、体のラインはだって厚着で隠してるでしょ。うん。ゴーグルはミラーシールドのゴーグルじゃん。うんうん。あれでさ、何を要素にかっこいいっつってんのあいつらは。だってどの部分も何も見えてないわけじゃん。それかっこいいって思うってね、よっぽど見えてるよね。でもほら、ライダーもそうじゃん。まあでもライダーはさ、なんかこう体のラインある程度見えるじゃん。でバイクっていうまた武器もあるわけじゃん。だから顔がたとえかっこ悪くてもかっこいいバイクに乗ってる人っていうだけで多分モテるかもしれないじゃん。でじゃあ2班に乗った反町隆史とハーレーに乗った江頭ああやっぱり反町の方がかっこいい。ああ、それまでの方がかっこいいな。ダメだな。理屈が通らないね。でもすごいよね。よくあんな汚いおっさんがさ、今 YouTube でも売れてんじゃん。上半身裸じゃなかったらただのおっさんじゃん、ハゲ散らかした。間違いない。結構 YouTube 人気出てんだよ、あの人。いや、すごいよね。やっぱ笑いを届けるからじゃない？だって大して面白いこと言ってるわけじゃないんだよ。本当に全然面白いこと言ってないんだよ。別に顔が面白いわけでもないじゃん。ああなんだって不老者にも見える汚いおっさんじゃん。こいつおっせえな。突然遅くなってね、ちょっとフラフラしてたし。停車したくない、止まりたくない症候群ってやつかな、これ。いああ、そのパターンのやつか。や、バイクからするとさ、本当にこれ迷惑なんだよね。メリハリがないよね。そう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 。しかも、お前、最後尾じゃねえだろって話じゃん。後ろにいるんだからさ、後ろ見ろよ。車間距離は大事なんだけどね。短距離は大事だけどさ、周りの流れに乗るっていうのも大事じゃん。だからね、なんかもう10キロ、20キロでしかスピードで走れないじいさんばあさん早く免許返した方がいいよ。本当に迷惑だから、あれ。本当だ、だってブレーキとアクセルがわからない時点でさ、普通にもう道路いないでほしいよね。もうその判断がつかないんだったら、だって免許持ってるのおかしいでしょ。でも免許を返すのは自分の意思だからね。うちの向井さんはだってあれ家族に言われたから免許も返したって言ってたしね。まあ、言わねえ家族も家族だよね。免許返した方がいいって年寄りに。そうだね。なんか他人事だよね。私は大丈夫みたいなね。うちは大丈夫っていう。そう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 。お前んとこが一番危ねえんだからと思ったけどさ。まあどっかでその老人とかが阻害されてる風景があるんだろうけどね。だからまあ返す返さないっていうよりは誰も忠告してくれないっていう現実も裏側にあるんだろうけどね。そうだね。でも今のさ、免許返せばっていう世代を生きてる人たち、おうおう、すごい頑固そうな人多いそうじゃん。頑固っていうか性格悪いよね、今の年寄り。なんであんな偉そうにできるのあの人たちは。自分たちがはたかの一番偉いみたいな態度で横断歩道じゃないとこ渡ってくんじゃん。リーコム終了します。